はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は旭川から美瑛までバイクに乗ってランチを食べたり、絶景の農家ペンションに泊まってきたりしました。皆さん、バイクお好きですか？私は夏の楽しみの一つがバイクに乗ることです。私の車では味わえない加速感や爽快感はバイクでしか味わえないと思います。美瑛は丘の町で夏の景色が本当に綺麗です。そんな美瑛の観光スポットとおすすめの農家ペンションをツーリングしながら紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。私のバイクはホンダのグロムです。知っていますか？今回はこのバイクでツーリングしたいと思います。それでは出発します。出発地である旭川駅です。ここから美瑛の中心部までは約30キロ、直接向かえば40分ぐらいで行けると思います。ただ今回は途中食べたりプチ観光しながら行きますので、気ままに行きたいと思います。この後 BGM に切り替えます。旭川駅を出ますと左に白い建物が見えると思いますが、こちらはアメリカなどの外国にもお店がある三等価旭川本店です。旭川の中心部を通過していきます。右に見えるのは札幌ドラッグ、通称サツドラですね。そして左側には北海道のコンビニセイコーマート。ここのフライドチキン最高なんですよね。いつもお世話になっているマックを左手に見ながら徐々に旭川の中心部から離れていきます。左に見える看板は旭川の初詣スポットである上川神社の入り口です。その先には神楽岡公園の入り口があります。こちらを左に曲がります。この並木道はプラタナス通りという、ここから約3キロにわたってプラタナスが植えられています。おしゃれですよね。右手には生チョコサブレの旭川銘菓プラ生で有名なザ・サンクロードのお店が見えました。左手に以前私の動画で紹介しました人気スープカレー店高野が見えました。全国にあるドラッグチェーンのツルハドラッグは旭川が発祥なんですよ。東北唯一の医大旭川医大を右手に見ながら進んでいきます。旭川医大を過ぎると住宅も減って一気にのどかになりますね。前方には十勝岳連峰が見えてきました。水田の奥に旭川空港が見えてきました。早く空港ににぎわいが欲しいですね。右手奥には北海道最高峰大雪山旭岳も見えました。旭川空港を見てから U ターンしてパッチワークの丘に向かう途中、踏切が見えてきます。富良野線の西清和駅です。国道237号線を通過すると国道452号線に入りました。原チャリの後ろについていきました。動画に原チャリ映ると絵になりますね。この分岐点で国道452号線から外れました。ここからパッチワークの道になります。美瑛らしい景色になってきますよ。まず美瑛の観光スポットセブンスターの木ですね。今回は降りずに
そのまま通過しましたが、やっぱり人少ないですね。緑が綺麗ですよね。奥に2つ丸い木が映っていますが、見えますか？それは親子の木です。これも観光スポットですね。映像だとちょっと見えにくいかもしれませんが、真ん中にも小さな木があるんです。もし見えなかった方はぜひ肉眼で見てほしいです。ちょっと分かりにくいんですけれども、右手にあるおしゃれな建物はミシュラン一つ星のレストランビブレです。ちょっとタイムラプスで撮影してみました。これ時速何キロくらいなんでしょうね。タイムラプスで北西の丘展望公園まで撮影した後、また動画撮影に戻しました。すべてこれを使ってしまいますと3分動画になってしまいますね。左手に見える景色最高じゃないですか。なんか日本の景色じゃないですよね。バイクで走ると気持ちよすぎです。前方右手に見えるのが美瑛の人気店アルーのパインです。駐車場を横目で見たんですが、意外に空いていましたね。アルーのパイン通り過ぎちゃったんですが、ソフトクリームを食べた後、ちょっと空いてそうだったら行ってみようかと思いました。左手に羊たくさん見えましたよ。いやー、良い景色ですね。こちらでソフトクリーム食べれるんですよ。この日暑かったんでソフトクリーム食べたかったので、まずこちらに行きました。砂利道を通っていくと駐車場がありました。結構車いましたね。こちらに駐車してお店に行きました。この建物でソフトクリームなどを販売しています。こちらはジェラート工房岡野ミルジェというお店です。右にある券売機で購入したんですけれども、ソフトクリームとジェラートが両方味わえるミルジェセット税込み450円を買いました。店内にも椅子があったんですけれども、せっかくなので外で食べました。ソフトクリームは乳脂肪分が多いので溶けるのが早かったですね。ソフトクリームはふわふわで甘みがありました。反対にジェラートはソフトよりさっぱりした甘さでした。両方美味しかったです。芝生がポニーですかね。自分も触りたかったですね。おじさんが子供たちの邪魔できませんので我慢しました。また小さいですがドッグランもありましたよ。羊もたくさんいましたね。餌をあげている人がいましたので多分飼えるんでしょうかね。いやー、アイスと動物堪能しました。さっき通り過ぎて駐車場が空いていたアルーのパインに行ってみようと思って向かいました。普段だと左の砂利道にも車があるんですよね。でもこれなら待たずに入れそうだと思いましたので、今日はアルーのパインでランチすることにしました。こんな人気店にバイクって書いてある駐車場があるとライダーには嬉しいですよね。 DA の人気店アルーのパインですよ。普段この時期だとお店に入れなくて待っている人が外にいるんですけれども、今日は全然いなかったですね。奥にカップルが食事しているだけでした。この庭おしゃれですね。女性グループかカップルしかいなかったです。おじさんは私だけでした。店内ではテイクアウトのバンを販売していましたし、最初にオーダーするシステムです。席からの眺めは自然を満喫できますね。普通の雑誌以外にオートバイの本や北海道のシールがありました。また店主が北海道の T シャツを着ていましたので、
私がバイク好きですかと尋ねたんですけれども、やっぱり大好きみたいですよ。後でこちらのお店のホームページを見たんですが、店主は元ホンダのメカニックみたいですね。私のグロムもホンダなので嬉しくなりましたね。店主から教えていただいたのですが、北海道ベースが2021年7月に旭川市西神楽にできるそうです。近くに寄った際にはぜひ行かれてほしいですね。もちろん私も行こうと思います。今回私が注文しました一番人気のチーズフォンデュセット、ドリンク付きで税込み1500円です。チーズは中標津産、野菜は主に美瑛産とのことで、濃厚なチーズが野菜、パンと合いましたね。この絶景の景色の中で食べましたので、さらに美味しく感じました。アルーのパインの後、美瑛の人気観光地青い池に向かいました。右手のログハウスの建物には美瑛産の小麦を使ったパスタが人気のダグラスファーです。右手奥に見えてくるお店はムスタッシュボスというお店です。こちらは美瑛産ポークの生姜焼きプレートが人気です。またバイクの作業スペースもあり、急なトラブルでも作業スペースや工具を借りれたりオイル交換もできるライダーには心強いお店です。美瑛の道の駅まで2キロの看板から右手にクレー射撃場がありました。こちらを左に曲がりますと、道の駅美瑛白金ビルケです。美瑛の食材を使ったハンバーガーやノースフェイスのお店なんかもあります。ここまで来ると青い池もうすぐですね。道の駅からしばらくすると青い池の駐車場があるんですが、路駐がたくさんしてありおかしいなと思ったんですよね。この日は駐車場が閉鎖されていました。ただせっかくでしたので青い池に行こうと思いました。青い池周辺の案内図がありました。売店があるんですが、行った日はお休みでした。階段を登っていきます。青い池の横を歩きながら撮影していたんですが、普段の青い池の色と違っていましたね。なんか抹茶みたいな色になっていました。前の日が結構雨降っていましたので、それが影響していたのかもしれませんね。ある意味レアな色が見られたのでラッキーでした。ただまだ行かれたことがない方であれば、真っ青の青い池を見てもらいたいです。青い池を見た後、色彩の丘でアルパカを見ようと思っていました。今回宿泊するペンションでアルパカ1日無料券をもらえるということでしたので、色彩の丘に行く前にペンションに向かいました。やっとペンションに着きました。こちらでアルパカ入場券をいただきました。また再び来た道を戻って色彩の丘に向かいました。こちらにバイクの専用の駐車場がありました。色彩の丘の入り口に入っていきます。こちらは2階のレストランメニューです。鹿肉に加え熊肉が入ったカレーを推していました。この後ペンションで食べるとはこの時思ってなかったです。農産物直売所ではこちらで採れた野菜やメロンなどが販売しています。今はやっぱりアスパラですね。めちゃめちゃ安かったです。こちらではコロッケやソフトクリームなどが買えます。私は北あかりのコロッケが好きで結構買っています。
甘みがあって美味しいんですよ。またこの時期限定ですが、揚げアスパラ税込み200円ですよ。ぜひ食べてほしいですね。この後ガーデンに向かいます。このトラクターの後ろにお客さんが乗るんですが、全然動いてなかったですね。ただ緑の景色は綺麗でした。この時期にしては花が少ないなと感じました。5月寒い日が多かったからでしょうね。あちらにアルパカ牧場がありました。いろんな色のアルパカがいましたね。餌代は100円でしたが、アルパカにあげると喜ぶので、おじさんもアルパカがもぐもぐと食べるのを見るのが好きなんですよね。触っても良いとのことで触らせていただきましたが、ふわふわで柔らかかったです。アルパカで癒されました。色彩の奥から戻ってきたのは16時くらいでしたかね。宿泊しましたのは農家ペンション水湯です。バイクを置いて建物に向かったんですけれども、絶景ですね。美瑛の丘とその先には十勝岳連峰や北海道最高峰大雪山旭岳などが見えましたね。今回泊まった部屋は和室でしたが、布団は自分で敷いて浴衣は用意されていませんので注意です。狭いですが部屋からも素晴らしい景色を見ることができました。夕食は熊肉と鹿肉の串物、鹿のすき焼き、こちらの農園で採れた野菜など地元の食材の料理が並んでいました。熊肉は初めて食べたのですが、レバニラのレバーのような少し苦みがある味で、肉は硬かったですね。鹿肉は食べ慣れていましたので美味しくいただけました。アスパラはガスノーブルという品種で甘みが強かったです。こんな景色で食べれたので、目と口で夕食を堪能することができました。美味しかったです。同じように朝食も美瑛牛乳や道産のヨーグルトなど景色を見ながら美味しくいただけました。今回宿泊しました水湯は最高のロケーションにある農家ペンションだと思いました。やっぱり美瑛は食と景色、ツーリングするには最高ですね。これで今回の動画は以上になります。今回は旭川から美瑛までバイクに乗ってグルメや観光、そして絶景の農家ペンションを満喫してきました。今後もツーリング動画もアップしていこうと思っておりますので、その時はご視聴いただければ嬉しいです。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。